見えるかな見えるかな。本日のサークル活動。裏飯屋ホライミ部のリーダーシュヤです。今日のサークル活動テーマは呪いについてです。前回はね、呪物そのものを早瀬先輩に見せてもらって、実際に呪物パワーを食らった人の体験談まで正直結構衝撃でしたけども、今日はさらに踏み込んで呪いそのものについて。呪いって聞くと、人を恨んで藁人形に釘を打つとかね、みたいなイメージがあるかもしれないんだけども、実はもっと身近でもっと日常的なものかもしれないと。今日は呪いの世界を探っていきましょう。ちょっと今回は、はい呪物ではなく、ちょっと広く見て呪い。呪い、一番怖い3文字呪い。実際にその呪いってみんなもそうだと思うんだけど、やんわりしたイメージとか、確かに本当にその実際にかけたりとか、はい人を呪ったりすること、これ本当にできると思いますか、先輩的には。牛の国参りって多分日本で一番有名な呪いだと思うんですけど、牛の国参りって数百年前から行われているんですよ。それがなんでなくなってないかって分かりますか？あるからってこと？聞くからなんですよね。やっぱりそうなの？はい。確かに。でも聞かなきゃなくなりますから、どっかでそんな非科学的なもの。本当だ。聞くからずっと行われているんですよね。で実際聞くかもっていうような呪いっていうのを自分自身で実は受けてきてるんですよね。呪いをかけられに行ったってことですか？そうそう、お願いして、どういうこと？でもういろんなところにお願いして、私は呪ってくれませんかって言って呪ってもらった。でも、結構やってもらったけど何も起きねえじゃんっていうところが多かったりするんですけど、でもそれっていうのが民間のものだったりするんですよ。例えばどこどこのお父さんがおばあちゃんがやってますみたいな、私はできるんだよ人を呪うことがじゃなくて、今回ちょっと僕行かしてもらったのが、日本呪術協会という、プロの人を呪う人たちだけが所属している協会があるんですよ。そんな恐ろしい協会があるんですか？この日本に？そうなんですよ、あるんですよね。隠れて活動しておりまして、まずですね、日本呪術協会っていうのは何かというと、これ神主さんだとか、あとはご住職お坊さんだとか、ある一つの宗派を極めた人じゃないと所属できないんです。だから昼は神主、夜人呪うみたいな。で実際人を呪ってきちんと感謝状とかも届くんです、その教会は。感謝状届くということは呪いが成功しているってことですよね。場所っていうのがちょっと場所言えないです。ある地域の平屋の一軒家なんですよ。ちょっと見てほしいんですけど、なんかあるんですね。はい、ちょっとありまして、それがこういう表札というか看板がありまして、日本呪術協会っていうふうに。お前に書いてる。ちゃんとあるんちゃんと書いてるですよ。実際でここにちょっとアポイントも取りまして、中入らせてもらったんですよ。で今回その日本呪術協会を紹介してくれた方というのが如月さんという方で、この協会のナンバーワン会長なんですよ。もともとは別に狐の目なんかしなくって人呪ったりするんですけど、これ動画撮ったり撮影する時は顔出ししてると呪い返しって言って、じゃあお前呪ってやるよとか、あとお前が呪ったから俺変なことになったろうっていうので牽制もあるので、なるほど、だから顔隠すんですよ。なるほど。で如月という名前も偽名そうですよね。でやられているんですね。実際その中を見てもらうとこういうようなもう藁人形だらけでした。これ呪ってる最中のものですね。最中のものです。あとはこれ何ですかっていうのもあって、これですね。何？これ釘刺しすぎて藁人形が隠れちゃってるっていう。それはもう如月さんがもう全力で呪った形ってことですか？って思いますよね。違ってて、基本如月さんが代行して呪うんですよ。はい、これは
実際に恨んでる本人が毎日ここに来て一本ずつ打っていったんですよ。ある女性が男性を呪うために。怖すぎる。これはホストの人に狂わされたある女性が、はい、このホストを恨んでいてどうにかまあ不幸になってほしいっていうので、でこの人も実家もなくなって、で家にもいられないからっつってホスト頑張るんですけど、ホストでもいろいろ問題が起きちゃって今行方不明になってるんですよ。それでもまだその人が死んでるかどうか分かんないから呪い続けてるっていう。中にはこういうようにこれモザイクかけてるんですけど、超大物芸能人の依頼も怖すぎありました。で芸能人がお願いしてると、でここって金運アップとかもできるんですよ、呪いだけじゃなくて。そういうのもあるんで、そういうのかなと思って見てみたらきっちり人呪ってました、ね、あれっていう。それからもうその人をテレビで見るたびに親近感しかなくてこの人は呪いでつながってるよね。呪いでつながってるっていう。で今回じゃあ、僕がその行った理由っていうのが、はい、ある呪いの儀式が見られますよっていうので行ったんですよ。でその呪いの儀式じゃあ見せてくださいっていうので、じゃあ今日はこの人を呪おうと思ってますって言って出してくれたものがこれなんですよね。わら人形で、でこの写真が僕なんですよ。自分もね、実は自分で自分に依頼をかけたんですよ。呪ってくださいと。なるほど、人にやるわけにいかないし。はい。で実際このような形で呪っていただきまして、呪いの儀式をやっていただきまして、でこの呪いの儀式っていうのが結構見たことないようなまじないの言葉でもって人呪うんですよ。いやこれすごいなと思って、自分で動画を自分を呪ってるところを動画撮りながら、その動画を神社長の人にある時見せたんですよ。神社を取り仕切っている、長がありまして、そこに見せると絶対に使っちゃいけないまじないやってるって言うんですよ。こんなの使ったら破門ですよ、人が死ぬんだから、なんでこんなことやってんのこいつって、もうかなり怒っていて、激高されていて、神主って怒ったらこんな怖い口調になるんだって確かに。で実際自分もいろいろ呪いその日受けたんで、何かあるかなと思ったら、うちの妻も一緒に行っていて、で妻はちょっと怖がりなもんでその呪いの儀式は見なかったんですよね。ただ最寄りの駅で待っていてくれていて、6月か7月とかにこれ撮影したんです、去年の。なんで暑い日やったからアイス買ってくるねって言ってコンビニ行ってアイス買ってきたんですよね。アイス買ってきてそれをふっと開けたら、中見ていくつか食べてたら「えっ!」って言って叫ぶんですよ。どうしたのって言ったら噛み切ったジグザグの親指の爪出てきて。でっかい爪出てきて、で呪いっていうので爪とか髪の毛とか歯とかってよく使われるんですよ。呪いがすくすく育ちますようにっていうので伸びる爪を使うだとかイメージでもって使ったりするんですよ。その爪が入ってる、気持ち悪ってなって、また別の日に新品のカバン買ったんですよ。新品のカバン買って、これあれ入れようこれ入れようあれ入れようって言って、じゃあこれにしますねって家持ち帰って財布入れようかなってギーッて開けたら中から親指の爪が出てきたりだとか、あと触ってもないような呪物があって扉がついてるものだったんですけど、扉をグッと開けたら中に親指の爪が入ったりだとか、結構気持ち悪いことが頻繁に起きたりは僕もしましたね。でちょっと一個今日持ってきたものがあって、見てほしいんですけど、これは実際に自分を呪ったわら人形をですね、燃えてる部分があったりだとか、鎌でグッと刺したりとか、釘5寸ですね、5寸釘で刺したりとか。ちょっと今日特別に、あんま見しちゃダメなんですけど、呪いをかける依頼書、実際にある方がある人を呪っていてどうにかなってほしい、如月さんお願いしますって書いた依頼書を持ってきたんで。そんなの持ってきたの？はい。このような、あんまちょっと見せられないんですけど、そうね。はい、苦情に載ってるこういうような茶封筒でして、でこの中にモザイクかけてほしいんですけれども、こうですね、一面全部赤字で、こっち側もですしこっち側も、その対象者の名前を書いて「〇〇31歳が苦しんで死にますように」とか、奇病にかかれとか、働いてる子辞めますようにっていう対象者は今も実際にこの人と働いている同業の方なんですよね。同じところで働いてる人間が、ある女性にいじめられたから死んでほしいっていうので依頼したんですよ。でこれが何に書かれてるかですよ、この紙。
これもちょっと見せられないんですけどあんまりあー何ちょっと見てほしいんですけど表で向けられないんですけどいやーあかんて対象者の写真なんですよね。怖すぎる。対象者の写真を伸ばしてその裏に書いてるっていうでこれって普通大丈夫か。依頼書なんで、うん燃やしたりとか、うん表出したりとかしちゃダメだったりするんですけど、うんそれって依頼をしている最中のものだから呪いに必要だから出せないんですよ。はい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 。じゃあなんでここにあるかですよねこれが。どういうことですか。依頼が終わったものなんですよ。ちょっと待ってどういうことですか。だからさっきで言うとこの人は亡くなってますもん。でこの言われた通りに病気で亡くなっていて、具体的に書いてはい、その通りになっているという。如月いやでもそこまでさせるその人も怖いなって思っちゃった。まあそうで全部受けてるわけじゃなく、如月さんは、はい。これはさすがにかわいそすぎるみたいなものだとか、う自分の中でも線引きがあるみたいで、ん。なるほどなるほど。はい、これはまあ呪いというものを行使して何か起こしてあげてもいいんじゃないかな、神様仏様の力でっていうちゃんと線引きがあるんですよ。なるほど。で僕が自分で呪ってくださいっていうのは基本 NG です。まあそうですよね。はい、うん。自死するというのを手助けするというのは如月さんはもう一切受けてないんで、なるほど僕の場合は僕との仲があって林さんが呪いというものはどういうものかって知りたいということだから特別にやりましたっていう。なるほど。いろいろ今お話聞きましたけど、はい最終的にね結局呪いってそもそもなんだと先輩は思いますか。僕は呪いってちょっと難しいんですけど 3D メガネってあるじゃないですか。ありますね。映画で 3D で見てる時に、うん 3D メガネかけるとバッチリ見えたりだとか、うんうん。あとは携帯電話とかって遠く離れた人に伝えたいんだけれども伝えられないから携帯電話を使って、うんお届けするわけで、うんうん。人を恨んだ時にどうしてもこいつ不幸な目になってほしいなって思う時に言えなかったりするじゃないですか。まあそうですね。それを言葉とかじゃなくて念でもって伝えるものが呪いだと僕は思っているんですよ。なるほど。携帯電話とかっていうのも遠く離れた人と話すためのツール、呪いっていうのも自分じゃどうもできないんだけれどもこの強い思いと相手にぶつけたいっていうのを使うツールとして呪いってはいいうのがあったりだとか、これも呪いだっていうのがあってはい。みんな人を呪ったことあるんですよ実は。え？例えば願掛けしますよね。どこどこ受かりますようにって言って、じゃあそれが祈願が成功して受かったとしましょうよ。はいはい。そしたら落ちた人もいるんですよね。うん。これは祝いと呪いが生まれてるんですよ。落ちた人もいるんで自分が受かることによって落ちている。例えば誰々と付き合いたいんです、じゃあ恋愛のとこに行ってなんかお守りでも買いましょうか、やった付き合えたって言ったら自分が好きになるぐらい魅力的な男だから誰かも好きなはずなんですよ。その人の恋は落ちちゃってるんですよね。なるほど。だから誰かを祝うと呪いって必ずとあれですけど生まれるんでは近いところにいいんですよ。祝いと呪い表裏一体祈願とかっていうのはだから必ず人は知らず知らず人を呪ってますね。なるほど。これは結構いろんなお坊さんが言ってます。はい。そしてですね怪談師としてもねあ、そうです。階段もやってます。はい活動していると思うんですけども本日ははい一つ怪談をわかりました披露していただけるとか。はい。よろしいですか。はい、お願いします。寿命を渡す家族。これ今東京で働いているある女性から聞いたんですけど、その、女性っていうのは家族が関東で暮らしてるんですけど、お父さんの家族っていうのが岡山県の倉敷というとこに住んでるんですね。おじちゃんおばあちゃんはもう亡くなられてるんですけどあんま記憶がないんですよ。特におじいちゃんが唯一ある記憶っていうのがそのじいちゃんの葬式やって、でそこでじいちゃん葬式あるんだけれども知らない人がたくさんいるから、その彼女っていうのは頭痛くなっちゃって知らない人ばっかりいるから熱出てもうておばあちゃんの部屋で寝たんですって。で横をなんか行ったり来たりする大人の足音が聞こえてなんかちょっとやだななんて思っていたらおばあちゃんがスッと襖を開けて中入ってくるんですよ。でその子の枕元にふっと座って「ごめんね」って謝るんですって。ごめんね、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさいね、ごめんなさい本当にって言って、何を謝ってんだろう、あ、熱出ちゃったから遠くからここに来させて私が熱出たからそれで謝ってるんだと思ってふっと上を見る。で涙流してるんですって。そんな泣かんでもいいんだけどなって思ったみたいな、そんなじいちゃんの葬式の記憶があったと。
優しいおばあちゃんやったなと思い出して、でそれからおじいちゃんが亡くなっておばあちゃん一人暮らしだから毎年父親と母親とその子で3人で岡山のその田舎に遊びに行ってたんだけれども、自分大きくなったらもう行かんくていいかっつってちょっと疎遠になっちゃうんですよ。ほんな彼女が大学生になったぐらいの時におばあちゃんがちょっとボケてしまってもう全てを忘れちゃって施設に入ったって話を聞くんですよね。でもしかしたらもう長くないのかもなと思って、私ちょっと一人で会いに行ってくるわと、私のことなんか覚えてないかもしんないけどって言って、である施設に行っておばあちゃんと久しぶりになった時に「久しぶりわかる?」って言ったら「誰?」やっぱ覚えてないかみたいな、年取るってことはこういうことなんだなと思って忘れちゃうんだって涙を流すんですよ。この時におばあちゃんの目がふっと光が灯って、あれどうしたんだろうと思ったら「ごめんね、ごめんなさい、本当にごめん本当にごめんなさいね」って謝られて、これなんか覚えてんなと思ったらじいちゃんの葬式で「ごめんって言ってたよな。それを思い出すと「それ何なのおばあちゃん、もしかして今だと聞けるんじゃないかな」と思って「それ何おばあちゃん」って言ったら「いや実はね、その地域に伝わる儀式でおじいちゃんがもう亡くなるって話を聞いたからあなたの寿命をおじいちゃんに移したんだけれども、おじいちゃんが長生きできなくっておじいちゃんにごめんねって謝ってたの、ごめんね」って言い出して、それ知らないもんだから怖くなっちゃってそのまま逃げ出しちゃったんですよ。私の寿命を使って一ちゃんの寿命を伸ばそうとしてたみたいな、まじないで気持ち悪いと思って。で平屋の家があったんで、そのじいちゃんばあちゃんの住んでたそこに行ってぐるぐる回って近くの神社遊んでたから神社行こうと思って神社行ったらば、後ろから声かけられて神主さんに「どうしたの久しぶりだね」って言われて「お久しぶりです、ちっちゃい頃に会ってたもんね、おばあちゃん大丈夫かい?」って「おばあちゃんで私のこと忘れちゃって、いやそういうことじゃなくってお祓いしてくれってこの間来たよ」どういうことですかって言ったら、巾着を持っていて自分の作った、その巾着を払ってくれって言うから中見させてもらったら、そこにじいちゃんの歯と多分あなたの髪の毛切った髪の毛が入ってて、中にもう一枚あなたの名前とおじいちゃんの名前、あと生年月日書いた紙があって、なんかこれ寿命を移す儀式したって言って、でも怖いから払ってくれって来たんだけれども、これ大丈夫かい君もおばあちゃんもって言われたと。でもおじいちゃんおばあちゃんがいた時に髪の毛を切った覚えがないんですよ。ということはお父さんお母さんもこの私の寿命っていうのをじいちゃんに移すっていうのを知ってて髪の毛を渡してたんだと思ったら、家族全員知ってて自分の寿命を渡したなんて知ったんですよね。それで怖くなって家にも帰れなくなったっていう、そういう話です。ごめんね。ごめんなさいね。やっぱりでも一番怖いのは人ですね。人っす、乗りかけるのは人ですからね。でなんかでもその今普通に生きていて防ぐ方法とかで言うと、なんか古来のもので言うと盛り塩だとか、よく聞きますね。あとなんか日本酒がいいみたいな話があったりしますけど、それって実はそのいろんなお坊さんとかあとは神主さんに聞くと思い込みなんですよね。こうすれば効くはずっていう、自分の意識とかそういうのの改革革命っていうのがこのまじないの儀式だったりするんですよ。この盛り塩をしたから呪われてる人でも大丈夫っていう風に思い込むこのマインドの変わり方っていうのがこのお祓いだったりするので、だから盛り塩とか日本酒とかはすごい効くと思います。効くと思えば思うほど。なるほど、プラシーボ効果。そうです、思い込みなので。あと呪われない対策でいうと、ぼっかり穴が開いてる人が呪われやすいんですって、胸に。例えば何もすることないなだとか、誰々と別れましたとか、誰が死んじゃった亡くなって辛いんですっていう時にグッと入り込みやすいんですって、いろんなものって。なるほどなるほど。宗教って胸の教えって書くんですよ。胸って真ん中って意味なんですよね。そこに入るものなんですよ。でこの宗教って別に神様仏様を思えばいいじゃなくて、何でもいいんですよこれって。例えば今だったらワールドカップやってるから、ワールドカップに熱中するってなると、他のもん忘れてするじゃないですか。何でもいいんですって、胸に入れるものって。だから自分のすごい趣味を作る、これが本当にマジでお祓いよりも効きますよ。なるほど。これみんな言ってますね。
自分で一番大事なものを見つけるという、彼女でもいいですし、何でもいいんですけど、そういうものを見つけると呪われてるとか不幸だって思うことすら忘れてしまうんで、なるほど。何かが入り込む余地をなくすという、自分を信仰するっていう。今日の活動はここまで。それでは最後にハッピーお祓いをやりたいと思います。成長するネット怪談、今から26年も前、ネット時代が始まろうとしていた頃に生まれたゾクッとする怖い話。大丈夫です。今これくねくねなんだろうって我々考えちゃってますけど、わからない方が怖すぎる怖すぎる。次回も身近な違和感を一緒に覗いていきましょう。それでは